네.まず明けましておめでとうございます。새해복많이받으세요グレンジャー乗ってわざわざ韓国までまたいらっしゃってくださったんですけどで、今日は主に後ろの背景の方にも見える通り、グレンジャーの話をしようかなと思ってます。韓国自動車産業コラムニストという肩書きで、やっています。野田大輔ラゴハムダ日本の高速遊園という雑誌の、ライターをしています。それで韓国は、チョングベ空シ空ニョンシビオルエスを81回来ています。한국 자동차 매니아입니다. 한번 자기소개 한번 부탁드려도 될까요? 안녕하십니까. 네, 저 고한규라고 합니다. 네, 여기 뒤에 보시는 게 제 차는 아니지만 잠시 탔었던 적도 있고 경험이 있어서 같이 또 인터뷰 자리에 나오게 되었습니다. 영광입니다. 今日はいろいろ昔からのなんでグレンジャーが好きになったか資料とか見ながら話をしようかなと思ってるんですけど、もちろん資料の中にニューグレンジャーとかも一緒に入ってたりするんで、そうですか。だったらみんな一緒に話し合いできるかなと思います。では今日撮影始める前にめっちゃ興奮しながら私たちにこう見せてくれたんじゃないですか。だから僕もめっちゃ今興味深くてそうです。見たいです。昔の韓国でいろんな車の写真を撮影したものをアルバムに。これがイーチョン、イルニョン、パルオル、プサン、ナンポドン。で、これがチャガルチシジャンの出社。ニューグレンジャーと、あと、ダイナスティ。で、ダイナスティのケインテクシー。ニューグレンジャーこの時代だったらもうほぼ新車だった。ほぼ新車ですね。最終型からまだ3年しか経ってないから、X がちょうど最新型の頃でしたから、これは、クーシユニョンヒョン。 네, 맞습니다. 휠이 저거랑 동일합니다. あと、フォグランプ。 맞아요. フォグ 여기가 ランプグリル板デザインが。 가려져 있는데 살이 여기부터는 이제 안개등만 이렇게 보이게 되었습니다. これはソナタとかマルシャとか。で、これはデボネア V の昔のオーナーミーティング。2001年。2001年。はい。韓国のワールドカップの前です。ワールドカップの前。まだこれが私が昔乗ってた核グレンジャー仕様のデボネア。で、これEF ソナタのアルミ。チャーハンミョンで買って、で、フットアップエンブレムとオートマチックイーチョンサーのエンブレム。これもチャーハンミョンで買いました。昔のイーチョンヨンオールさん。これがキョンジュプルグクサチュチャジャン。こっちがベンツの190。こっちがベンツの S クラス。なんかこの車と比べても全然かっこよさが負けないんです。そうですね。イーチョンヨンオール、キョンプコソットロ。そっか、ハイパスがないから。ハイパスがないから全部。ハンドルも確かに右ハンドルです。で、ここが今の新世界ペッカージョン。まだ高架道路があった時。だから新世界も新刊がまだなくて、本館だけ、XG のチューニングカー。カンナムにスタディっていうショップがあって、なんかパーツを作ってたんですよ。それのパーツを見学しに、スタディカンナムの本社に行って、で、デモカーを見せてもらって。この時はまだ、エアロパーツ韓国でもあんまりなかったから、日本の XG のオーナーが、エアロパーツが欲しいっていう話が結構あって。で、スタディのエアロとか、リアスポイラーとか、結構日本の XG のオーナーが買ったんですよ。一人韓国の車を持ち込んで、エアロパーツつけてるんです。クーシオーニョンサワー。僕がまだ5、6歳ぐらいの時です。だから私が初めてソウルを旅行した時に、駐車場に置いてあった車をただ撮影しただけ。まだ私その時高校生でしたから。そうか。ヒョンデウルサンコンジャン。工場の中の案内を、日本語の通訳と運転手を一人ずつつけてくれて、ニューグレンジャーのV6 サムチョンゴールド。これで回ってくれたんですよ。この時もまだ高校生の。高校生。ここが高校生の野田さんですか？普通に高校生が来たとしても、まあ大したことないじゃんと思って
適当にまあまあはいはいはいってなると思うんですけど、その時まあ通訳もつけてくれたり。まあ、以前お話ししたかもしれないですけど、現代自動車の東京駐在員事務所の紹介で、ウルサン工場の見学をお願いして、はい。要は工場とテストコースと輸出埠と、へヒョンデの車を販売する仕事もしていたんですけれど、はい。グレンジャーの LPI を販売する仕事を伊藤忠3社あでしていて、まあ、その時の発売の新聞記事、この時はヒュンダイって書いてそうですね、たんです。ヒュンダイブランドで、はい。まあ、初めての LPG の輸入車うん。という、まあ、記録的な車でして、日本でも LP ガスって結構、まあ使われてるんですか？ケインテクシはい。ーの、この時は2006年だったんですけれども、まだケインテクシーの LPG の比率が高い時代だったので、まだハイブリッドとかが少ない頃でしたから、で、これが一番最初の報道発表のリーク記事ですね。読売でこういう内容出てくるのはそうです珍しいですね。あはい。この時はヒュンダイって書いてなく現代。現代。なんか面白いですね。今ヒュンデの車って電気自動車としてしか販売してないんじゃないですか。そうですね。で、この時も初めて販売しようとしてたのが LP。そう、クリーンエネルギーだから。結構いろいろ戦略的にやってたんですね。そうですね。だからこういう、まあ、いろんなガス会社でグレンジャーを買いましたっていうはい。記事だとか、店長。福岡のアストモスエネルギーってやっぱりガスの会社です。この頃はガス会社でグレンジャーを買うのがブームになったんです。要は高級車ではい。LP ガスの車が日本にその頃なかったので、みんなでグレンジャーを買いましょうっていう業界で運動が起こったんですよ。だからその仕事をまあ私はやっていましたので、でそれの前段階でこれは日本の経済産業省のプロジェクトで海外から LP ガスの車を輸入しようというプロジェクトで、まあ TG の発売前でしたから、XGLPI を1台だけテストカーで輸入しました。愛知九博という万博が愛知だったんですけど、そこに展示したりとかして、で、営業車で私が乗ってるんでした。すげえ。で、リースが終わって、私が1年ぐらい自家用車になってました。大変ではなかったんですか ?LP ガス。充電とか。私の会社がタクシーの LP ガススタンドがあったので、全然問題なくて。社員割引価格でガスが買えたんです。かなり安かったんじゃないですかガソリン。50円。50円はい。めっちゃ安いじゃないですか。まあ、車も韓国仕様のグレンジャーと、まあ、タクシーバージョンのトップグレードでだから、私もやっぱりグレンジャーマニアだから、すごい欲しくて、リースアップしたらすぐ買いました。もうこの頃から私はもう仕事でもヒョンデマニアでした。今見えたんですけど、この時もすでに韓流ブームだったんですか？そうです。冬のソナタの。冬のソナタ。だから NF ソナタの展示会のプレゼントがペイ40のポスター。ちょうどこの XG グレンジャーのあれが出た時が韓流ブームだったんですか？そうですね。まあこっちはヒョンデの日本での始まりの資料。イチョンヨンシビオル。東京虎ノ門ショールーム。ここでもうグレンジャーも一緒にもう展示始まったんですか？グレンジャーは、XG は日本での販売は半年遅れたんですよ。その時はアバンテ XD、サンタフェ、トラジ XG、3車種だったんですよ。本当はこの時に XG 欲しかったんですよ。でも、セダンは、これですね。そう、アバンテしか売ってなくて、仕方ないからアバンテの 1.8 リッターを買ったんですよ。で、そしたら、イチョン、イウを、2001年の5月に日本でも XG がデビューしたんですよ。本当は買いたかったんだけど。でしかもね、安かったんですよ、XG 日本で。当時、日本円で 3000cc の、ファブリックシートで239万円だったから、普通に買えたんですよ。今だったらまあ350万円ぐらいの感じですかね。今だったらね、400万円ぐらい400万ぐらいグレードが239万円で買えたんですよ。悔しいから、アバンテ X を2年乗って、XG にその後買い替えました。でもよかったですね。結局 XG にまた乗れた。それはヒョンデの東京のディーラーの、試乗車
で使ってた7000キロの XG 買あったんですよ、改めて。そういえば XG でも韓国に来たことあるんでし私の XG では韓国行ってないんだけど、友達の XG をチューニングするのにはい韓国に持ってきに来た。ちなみに何をチューニングしてる？アペックスアイのダウンサスペンション、あと、リアスポイラー、ストラットターバー。私がソウルにアバンテ XD のダウンサスを買いに行った話をしたら、お金を出すから野田さん運転して一緒に行きましょうってそれでソウルのカンナムまで XG で行って、ダウンスプリングと、スタディのリアスポイラーと、ストラットターバー、それをつけて、フカンフェリーで帰ってきました。これも見てみましょうか。はい。この写真を見て、これグレンジャーがデビューした記念の記事なんだけど、やっぱりテストカーのパーツがいろいろ混じってて、例えば、ここミラーがクロームなんだけど、こっちはブラックだったり。本当だ。あと86年の時点なのに、イ・チョンサーのグリルになってる。最初は2.4最初は 2.0 のマニュアルミッションだけ。だけですね。これ知らなかったです。クロムとこれとか。そう。いやもう、写真見た時点で。エンブレムもないし、ここもパルシユニオンだけはここがオレンジで、パルシチリオンからはここが赤。美味しい。あとね、このホイールキャップは初めて見た。野田さんが初めて見たのかな。各グレンジャーはアルミホイールしかないから、ホイールキャップはないんですよ。で、これはね、デボネア V のホイールキャップのセンターだけヒョンデになってる、これ。日本仕様ってセンターが V ってなってるんだけど、これはヒョンデってなってるから、これプロトタイプのホイールキャップで、デボネアの V には使ってる。2000には使ってる。昔の広報画像は結構エラーが多いから、各グレンジャーの後期型のパルチクーニョンのカタログでも、リアガーニッシュの写真にデボネア V って書いてあるんです。試作のパーツを、三菱のパーツをそのままつけた状態でカタログの写真を撮っちゃったから。撮影してるから。ボンネットマスコットがないんだ。86年式はないんですよ。本当だ、ないんだ。なんかハゲになってるような感じです。で、グリルは V と同じなんですよ。で、ライトウォッシャーはグレンジャーにしかない装備ですから、デボネア V にはないですから。今グレンジャーって思ったら、それみたいにブラックじゃないですか。でも、今ここで見てみると、最初は全て白だったんです。そうですね。デボネア V のイメージカラーもパールホワイトでしたから、多分デボネア V と合わせたと思うんですよ。でも結局、韓国での味は、車だから、ブラックに。일본의 원본 데모네어도 흰색이 많이 팔렸네. 白が主流です。パールホワイト。バブルケーキの高級車ブームで、ホワイトが人気だったんですよ。で、トヨタがスーパーホワイトっていう白を出して、どのメーカーもホワイトがブームになったんです。バブル経済時代だったとしても、デボネオ V ってそんなにデボネオの中でも人気ない方じゃなかったんですか？人気はなかったですね。お金があれば普通の人はクラウン買いますから。確かに。だったらグレンジャーが韓国で販売されたものは、結構三菱にとってはいいことだね。三菱自動車としてはライセンス生産のロイヤリティのお金が入ってくるから、生産台数が多くなれば。なんで三菱は韓国でグレンジャーとして販売しようって決まったんですか？ソウルオリンピックのオフィシャルカー、VIP 送迎用のオフィシャルカーが欲しいから。で、グラナダが1985年で生産が終わるのがもう決まっていたから。で、ヒョンデがソウルオリンピックのオフィシャルスポンサーですし、三菱も、オリンピックのオフィシャルスポンサーでしたから。だからその時のチョン・ジヨン会長が、三菱自動車の社長に高級車を作りたいってお願いして、設計委託して作ったっていう流れですね。で、この時はコンプリート化っていうことで、グレンジャーっていう名前じゃなくて S30 って言われたっぽいです。グレンジャー XG の930。2000年代入ってから結構いろんなメーカーがエアロパーツとか、リアスポイラーとか市販してましたけど、スタディのデザインはこの頃日本人が見てもかっこいいと思いました。ショップの名前はもともと横浜の BMW の
なんかショップのコピーだって言って、当時大騒ぎになったんですね。で、このXG のエアロ以外でも SM5 のエアロパーツとか作ったみたいですけど、今はこういうエアロパーツのブランドがもうないですからね。ないですね。ちゃんとアイラインとはい、確かに。グリルもブラックアウトして、だから最初に見せてもらったさっきの、スタディの、はい。グレンジャーがね、こっちは2500なんですよ。だから別の車なんですね。これは30だ。フロントリップスポイラーの形も微妙に違うし、本当だ。とにかくこの頃スタディエアロはかっこいい。前澤さんのグレンジャー見た時も結構いろいろ見たんですか？前澤さんが乗ってる XG と同じ色だったんですよ。私が昔乗ってた最初の XG が。右ハンドルで東京の販売店の、展示車と試乗車で使っていた。7000キロしか走ってないの。128万円で買って。安っ。その時だから、営業マンと仲が良くて、ノアさん欲しいでしょこれって。欲しいね。でも僕お金ないよって言ったら、じゃあ安くするからって。安くするっていうのがもう安すぎじゃないですか。いや、もうノアさん買うんだったら128万でいいよって言って。XG を乗ってる時、いろんな、ヒョンデの方々に会ったんですが、その日本でもオーナーズクラブがありましたし、ヒョンデファンクラブっていうのが、ヤンジェの本社に、日本市場支援チームってあったんですよ。要は日本市場を、バックアップするためだけの部署っていうのが。で、そこに、丸の内の駐在員事務所のメンバーがみんなヤンジェに戻って、日本市場の支援をするから、知り合いがいっぱいいたんですよ。当時結構価格の安い輸入高級車っていうことで、XG ブームになったんですよ。それでメルセデス・ベンツとか、そういう高級車から XG に買い替えるっていう人も多かったんですよ。やったら XG は結構売れてたんですか？売れました。何台ぐらいかは。何千台かは普通に売れてましたからね。でも今は全く見当たらないじゃないですか。廃車というか輸出。当時は個人タクシーでもよく売れてましたし、ただずっと 3000cc しか売ってなくて、本当はもうちょっと早い段階で2500を出せばもっと売れたんですけど、2004年の最終型でやっと V6 の2500が出たので、もうちょっとだから前期で2500を出してればもっと売れました。もうずっと座りながらグレノアももう終わったんで、直接また久しぶりにグレンジャーを見ました。ニューグレンジャーも乗ってたんですか？95年式のデボネア V の3000、これも乗ってましたね。V6 の LPG、私の父親が乗ってたんですよ。デボネア V とこのニューグレンジャーのボディのデボネア V を三菱ディーラーの営業所長やった時に乗ってたんで、ヘッドライトが全く違います。日本のデボネアはヘッドライトはプラスチックで、ライトは H4 バルブ、ローハイ、フォグランプで、ここがコーナリングランプだから、バンパーコーナーリングランプはオプソで、ここがフォグじゃなくてウインカーになります。日本はコストダウンでプラスチックになるんですよ。ボンネットマスコットはグレードによってデザインが違うんですよ。ショファードリブンのエグゼクティブは3ダイヤ三菱マーク、オーナードリブンのエクシードシリーズは D、デボネアの D。 한국에서 이걸 많이 꺾어왔거든요. 일본에서도 똑같아. で、あと日本のデボネアのエグゼクティブシリーズだとフェンダーミラーがまだ設定がありますから。ホイールは逆にデボネアとデザイン全く同じなんですよ。で、あと一番の違いは V63000 の DOHC はデボネアにはありません。デボネアだと V6 サムチョンの SOHC、それと V6 サムチョンオーエクの DOHC、あと V6 サムチョンの LPG。94年モデルで V6 サムチョンオーベックゴールドが出るので、それまではトップグレードでしたから。
なんでデボネアはい。でこれで終わりですか？普通に人気がなかっただけ。はい。お金があれば、セルシオとシーマ買います。セルシオはもうその時 V8 の4リッターで人気がありましたし、まあ、シーマも人気でしたから Y3233 ね、買う人は、まあ、三菱の関係者しかいなかったですね。あとオーナードリブンだとハードトップのディアマンテ、そっちを買ってました。それがフォードはハードトップだったのでハードトップの方が人気なんですよ、日本は。デボネアよりもニューグレンジャーの方が内装が豪華なんですよ。ここのウッドグレインはデボネアにはありません。あと、まあ、エグゼクティブ3っていうグレードだと、ウッドグレインは本物の木を使ってます。高級車のウッドグレインで本物の木を使うというのはやっぱステータスですから。懐かしい。昔のモボンテクシの匂い。一度一回かけてみて大丈夫ですか？はい。一台買えますか？いや、本当に欲しいんですよね。いや、このエンジンのやっぱり音がね、もう昔ながらの三菱の音だからね。だからデボネアとかディアマンテ、パジェロ、デリカの V6 と同じ音。그 차들과 다 똑같단 말이야. いやー、嬉しくなるよな。なんでグレンジャーがそんな好きになったんですか？まあ、もともとデボネアから始まって、で、やっぱり、まあ、ソウルオリンピックの映像だったり、あとその後のいろんな韓国の新聞、当時、図書館でトンアイルボの広告見たりとかして、ちょうどこのニューグレンジャーのデビューの新聞広告とかってすげえかっこいいと思って。では最初はまったのはやっぱりデザインで。デザイン。日本のデボネアよりも豪華。もともとインターネットを始めたのが、チョングベクーシクーニョン、インターネットやって、韓国社のホームページやってたんですよ。ヒョンデグレンジャーファンサイトっていう。でそれの要は、インターネットのまあ ID というかハンドルネーム、それがグレンジャーっていう名前でずっともうやってたので、その伝統でまあグレンジャーってつけたんですよ。まあ X もそうだし、インスタグラムもグレンジャー D 大輔。だからグレンジャーはヒョンデグレンジャーだし、D はデボネアの D で大輔。まあファンサイト、インターネットのページをやってたおかげで、ヒョンデの本体にも認められて、ヒョンデの社内放送のテレビにも出演したし。で、それでまあデボネア V のオーナーズクラブでも、まあ結構そのデボネアのオーナーがグレンジャーの部品が欲しいっていう相談があって、まあこのタイプのデボネアに、要はグレンジャーの空シユニオン式のフロントグリルとクリアタイプのフォグランプ、それをつけたいっていうオーナーがいて、代理で部品をチャンピオンで買ってきたり。それでまだそのグリルとフォグランプをつけた車そのものは北海道に1台残ってます。三菱のディーラーの社長の車、パールホワイトのエクシードの極上車が1台北海道の帯広に残ってます。いろいろな歴史があったと思うんですけど、日本人のしてはどういう認識を？まあ一般のオーナーはフォードはハードトップがないのがちょっと残念だって言ってたんですよ。あとは三菱グループは新しいデボネアが出たからみんな買い替えろよって強制的に買い替え。これもどこが違うかまた。はいはいはい。まあ前にも何回か説明したかもしれないけど、まずライトウォッシャーはデボネアにはありません。グリルのデザインは V6 のグリルはこれ韓国オリジナル、で、まあ、外装はね実はそんなにデボネアと変わんないんですよ。意外と中が違うんです。シートのここは一緒なんですよ、デザインは。
シート、フレームが違う。ね、だと、ここのシートバックグリップからここまでがストレートなんだけど、グレンジャーの場合はね、こう少し一段下がってるんですよ。이건 진짜 회장님들 타던 차였지만 일본에선 조금 위치가 좀 달랐나요? 三菱グループ関係会社の社長とか、あと三菱の銀行の支店長がよく乗ってましたね。で、あとはまあ三菱と取引のある会社の社長さんが自家用で買うとか。ではやっぱり社長。社長の車ですね。一般人も結構乗ってたんですか？2000cc の安いグレードがあったんですよ、デボネア V って。要はコラムオートマチック6人乗りっていうグレードがあったので、それはまあ普通のまあ家族が多いけどセダン、まだ要はワンボックスカーとかミニバンが流行る前の時代ですから、要は家族が多い人が6人乗りの車を買うっていう文化がまだ残ってましたから、だからシートのフレームが違う理由も多分ね、デザイン、外のデザインは一緒なんだけど、フレームはグラナダとかコーティナのフレームなんじゃないかと思うんですよ。乗ったの感じが全然違うんですよ。違います。運転したフィーリングが全然違う。あとサイドブレーキ、この手で引くタイプのサイドブレーキがデボネアにはありません。あとクルーズコントロールも日本のデボネアだと要は上のグレードしかついてないですから、韓国みたいに下のマニュアルのグレードまで全車標準装備ってのはやっぱこれは韓国にしかないですからね。レザースタイリングはデボネアはトップグレードにも設定がないんですよ。日本のデボネア V は最終型だと DOHC があるんですけど、それでもステアリングは全部ウレタンハンドルなんですよ。だから8月にソウル来た時にこのグレンジャーのレザーハンドル加工して日本に持って帰ったんですよ。ドアを閉める感覚と同じです。同じですね。で、ここのトリムの布の感じも同じですね。ジャムとかも。やっぱりグレンジャーがいいですか？基本的にはね、韓国の道走るにはグレンジャーが一番いいですよ。だから、今回今アゼラで来たんだけど、アゼラってサスペンションはヨーロッパバージョンのサスペンションだから硬いんですよ。だからキョンプ高速とかカンビョン袋とか走るとちょっと硬い。だから昔レンタカーで、グレンジャー TG、LPI のレンタカーを借りたんですけど、でその時に、会社で乗った車も TG の LPI だったんですけど、日本仕様の TG、LPI のサスペンションってハードチューニングなんですよ。ヨーロッパチューンドサスペンション。だから日本と、オーストラリアがサスペンションチューニングが一緒でハーダーサスなんですよ。で韓国だとソフトチューニングですから、インチョン空港でレンタカー借りてインチョン空港高速走った時に柔らかすぎてびっくりした。その頃からレンタカーもよく借りるようになって、ただグレンジャーはレンタカーの料金が高いからEF ソナタとかオプティマリーガルとかで我慢してたんですけど、仕事でレンタカー借りた時に TG の LPI を3日借りて、その時は本当に嬉しかったですね。もう韓国で韓国のナンバーの本物のグレンジャーを乗ってるからで、このナンバープレートって撮影のために作ったんですか？すごいね。欲しいです。いや欲しい、すげえ欲しい。しかもちゃんと歴代のデザインで作ってるから。やっぱでも韓国旅行に来て一番やっぱり車の趣味で楽しかったのはこの世代の車がいっぱい走った時が一番楽しかった。だから90年代の後半が両方とも中古車でも走ってたから一番面白かった。だからプサンのナンポドンのヒョンデのディーラーで94年に初めてカタログもらった時にすげえ嬉しかった。でニューグレンジャーの、カタログがやっぱり昔から欲しくて、それが95年の4月だったかな。ミョンドンにヒョンデのディーラーがあったんでニューグレンジャーの大きいカタログもらって、すげえグレンジャーゴールドだって。
いろいろはいグレンジャーの話していただけてありがとう。あ、いえいえ。まあ僕は何回も会ったことあったんですけど、ええでもやっぱり今日グレンジャーデーっていう、はい。なんかちゃんとできたこういうところで話、はいまたしたいなと。はいはい。やっぱり私の、まあ、父親もデボネア好きだったから、はいちょうど三菱のディーラーの営業所長をやってて、まあ、一番活躍した時代にデボネア V と三代目デボネア自家用で乗って、そのと子供の時の思い出もあるんで、で運転免許の練習したのもやっぱりこの世代のデボネアなんですよ。やっぱり意義があったんです。そうそうそう。はい。では、ありがとうございます。はい감사합니다。 감사합니다。 감사합니다。